はい。今回はですね、シニア世代の方々が今何に夢中になってて、で、それに、どれくらいの費用をかけてるのか、提供いただいた情報源をもとにちょっと深掘りしていきましょう。はい。いや、驚くほど本当に多様な活動があって、それぞれの価値観が見えてきそうです。そうですね。単に時間をどう過ごすかっていうだけじゃなくて、それが、生きがいとか健康、あと人とのつながりですか？そこにどう影響しているのか、そのあたり、見ていけると非常に興味深いですね。ですよね。じゃあ早速、具体的な活動から見ていきましょうか。はい。まずは伝統とか創作に関わる趣味ですかね。陶芸教室。これ月2回で2ヶ月で1万円弱だそうです。ほう。ただ作品が増えすぎてもうなんていうか置き場所にも困るみたいな。でも創作で楽しいからやめられないと。ああ、なるほど。その作る喜びっていうのが大きいんですね。ええ。あと80代の方でなんと70年以上もお琴を続けてる方もいるんです。70年、それはすごいですね。すごいですよね。こちらは月3回で1万円ほどだそうです。長年一つのことに打ち込むっていうのは単に技術だけじゃなくてご自身の歴史そのものみたいな感覚なんですかね。費用というよりはむしろ達成感とか続けること自体、あ、プロセス。そこに価値を見出してるっていう感じなんでしょうね。作品が増える悩みっていうのも、ある意味充実してる証拠なのかもしれないですね。なるほど。次はですね、人前で何かしたり交流したりする系の趣味ですね。カラオケ。やっぱり人気ですね。ええある方は朝の割引時間、これをうまく使って4時間ドリンク付きで400円。400円ですか？安いですね。安いですよね。月にしても3000円以内で一人で気兼ねなく楽しむのがいいって。その一人でっていうのがポイントなんですね。一方でかなり対照的な例もあるみたいですね。そうなんです。70代の男性なんですけど、認知症予防もちょっと意識して民謡とカラオケの教室に合わせて月2000円。ふんふん。で、この方はテスト合格っていう目標があるんですよ。目標。それが大事なんですね。費用は抑えめですけど、上手くなりたいとか、先生に認められたいっていう、その意欲が日々の練習を支えてる。そうみたいですね。この動機づけの違い、面白いですよね。その、テストっていうのはなんか具体的な内容とか情報源にありました？いや、テストの詳しい内容はちょっと触れられてなかったんですが、とにかく合格目指して頑張ってるっていう感じでした。なるほど。で、一方で、費用面で言うと、もう全く対極なのが社交ダンス。社交ダンス。はい。複数の教室を掛け持ちして、ダンス関連だけで月に25万円以上。え ?25 万？ええ、それはもうまさに生活の中心がダンスということですね。そういうことですよね。男女で組んで踊る楽しさとか、先生との一体感とか、それが魅力だそうです。月25万となるともう趣味っていうより、なんていうか自己実現とか深い人間関係への投資みたいな感じもしなくもないですね。ああ、投資ですか。情報源にあったジャズドラムが趣味で、それが高じて75歳でプロになった方とか。ああ、言いましたね。そういう情熱が人生を動かす力になると、費用がほとんどかからないものから高額なものまで様々ですけど、共通してるのはその活動がもたらす豊かさに対して本人が対価だと感じてる点ですかね。なるほど。個々人の価値観が費用に現れてるってことでしょうかね。そうかもしれないですね。実用的な面に目を向けると、今度はポイント集め、ポイ活ですね。ポイ活。これに熱中する70代の女性も。歩いた歩数でポイントが貯まるアプリとかを駆使して、健康維持と節約を両立してる。それは賢いですね。ええ、物価も上がってますし、貯めたポイントで洋服とかを買うそうです。これは費用がかからない楽しみ方ですよね。まさに日常の行動にちょっとゲーム性とかお得感を取り入れて楽しみながら生活の質を維持する工夫。コストかけずに満足度を上げるっていうすごく現代的なアプローチですよね。ですよね。そしてまさに現代ならではといえば、スマホですね。ドコモショップなんかがやってる無料のスマホ教室。はいはい。これに熱心に通う78歳の男性。
最初はあんまり乗り気じゃなかったらしいんですけど、ええ、ええ。でも使ってみたら便利で、今ではお孫さんと LINE したり、動画撮ったりしてるそうです。ああ、いいですね。新しい技術への挑戦もそうですけど、やっぱりそれを通じてつながりたいっていう思いがなんか根底にある感じがしますよね。本当にそうですね。さらに驚いたのは、79歳で YouTuber。そう、これすごいですよね。ええ、登録者が1万人で動画編集もご自身でやるっていう。うんうん。情報源によると、視聴者からのコメントのやり取りがもう生きがいだって。生きがいですか？ええ、これはもう新しい形のコミュニティ参加ですよね。ですね。あと、これもすごいなと思ったのが、外国人観光客の助けをしたいっていう目的で、月2万円かけて英会話を学んでる73歳の男性。へえ、実践的ですね。そうなんです。浅草で積極的に声をかけるらしいんですけど、まあ、断られることも少なくないと。ああ、それはまあそうでしょうね。でも、挑戦すること自体が楽しいって。目的がはっきりしてると、学ぶ意欲も実践する意欲も高まりますよね。断られる経験も含めて、挑戦が自己肯定感につながってる。これ、社会貢献と自己成長がうまく結びついた素晴らしいサイクルですね。本当ですね。あとはもちろん、健康維持への意識も高いですよね。スポーツジムに週1で通うとか、体操教室とか、ええ、ええ。そういう声はたくさんありました。中でも特に印象に残ったのが98歳の方。98歳。40年以上ジム通いを続けてて、杖も介護保険も使ってないそうです。それはすごい。で、毎日が楽しいとおっしゃってるのが、もうその充実ぶりを表してますよね。いやー、40年以上の継続と98歳でその健康状態、まさに運動習慣。しかも楽しんでやってるっていうのが健康寿命にいかに大事かっていう何よりの証拠ですよね。本当に。情報源からもただ体を動かすだけじゃなくてジムでの交流とかそういうのを含めた楽しさが心身の若々しさの源なんだろうなっていうのが伝わってきました。うーん。これはもう投資した時間とかお金が計り知れない価値を生んでる例ですね。いや、本当にそうですね。こうして全体を見てみると、シニア世代の活動って本当に多種多様で、かける費用も目的もまさに人それぞれ。ええ、長年の趣味を深める人もいれば、全く新しいことに挑戦する人もいる。そうですね。ただその多様性の根っこにはなんか共通するものが見える気がします。それは皆さんが何らかの形で活動を通して楽しみを見つけて、それが日々の活力とか目標とか、そして他者とのつながりを生み出してるっていうこと。ああ、つながり。ええ、これらが人生の後半を豊かにする原動力になってるんだなっていうのが提供された情報源からすごくよくわかりますね。まさに単なる時間の使い方じゃなくて、人生を彩る生きがいそのものって感じですね。さて、今回の深掘りを踏まえて、最後に一つちょっと考えてみたいことがあるんですが、はい、なんでしょこれだけ多様で活力に満ちたシニア世代の活動っていうのは、個人の幸福感を高めるだけじゃなくて、社会全体、特にこれからの高齢社会の在り方に対して何か新しい可能性とかヒントみたいなものを示唆してるんじゃないかなって思うんです。う。なるほど。この点をちょっと皆さんも考えてみていただけると面白いかもしれません。